冷戦を象徴する場所の一つとして朝鮮半島が注目されることがあります。この地域は韓国併合以降長い間日本によって統治されていました。統治のために日本は朝鮮総督府という機関を設置し、この総督府を通じて朝鮮半島の政治を行っていたのです。当時の開発方針は北部を重工業の中心とし、南部を農業や中小工業の中心とするといったように地域ごとに特色を分けるものでした。そのため朝鮮半島の経済基盤は第二次世界大戦が終わった段階で南北の間に大きな偏りが生まれており、バランスを欠いた状態になっていたのです。こうして朝鮮半島は終戦を迎え、日本の敗戦によって解放されました。ただしこの解放はアメリカやソ連をはじめとする連合国の勝利によってもたらされたものでした。そのため解放後の朝鮮で大きな問題となったのは、誰がどのように朝鮮を率いるのかという問題でした。そこで朝鮮の独立運動家たちは新しい国を建国しようと考えて建国準備委員会を設立します。そしてこの建国準備委員会によって朝鮮人民共和国の建国が宣言されたのです。ところがこうした朝鮮側の動きを認めなかったのがアメリカとソ連でした。両国は独立運動家たちの声を受け入れず、建国準備委員会が宣言した新しい国家を承認しなかったのです。そしてアメリカとソ連は協議の末、北緯38度線を境に北側をソ連軍、南側をアメリカ軍が占領するという方針を決定しました。こうして朝鮮半島は分割されることになり、北側では重工業を中心とする工業基盤が残されていたため、経済面では相対的に有利な状況になりました。その一方で南側は農業中心の経済構造に加え、戦後の混乱でインフレと食料不足が深刻化し、アメリカからの支援に頼らざるを得ない状況へと追い込まれていったのです。そのような中で建国準備委員会をどのように扱うべきかという問題が浮上しました。この点においてアメリカとソ連は対照的な対応をとっていきます。まずソ連はすでに朝鮮人たちによって結成されていた建国準備委員会や、そこから各地へと広がっていた人民委員会を占領統治に活用する方針を取りました。というのもソ連は朝鮮の占領に対する準備を十分に行っておらず、建国準備委員会や人民委員会といった既存の朝鮮人組織を基盤にした方が統治を円滑に進められると判断したからです。こうして朝鮮半島北部ではソ連民政庁が朝鮮人組織を指導監督し、朝鮮人組織が地域の行政を担うという間接統治の方式が取られるようになりました。一方でアメリカは朝鮮人たちが作っていた組織を正式な統治機構としては認めず、それらを解体する方針を取りました。というのもアメリカは朝鮮総督府や日本人官僚といった日本が作った行政システムを当面は活用した方が統治を円滑に進められると判断したからです。こうして朝鮮半島南部では建国準備委員会をはじめとする朝鮮人組織は権限を失い、アメリカ軍政庁が行政を直接担うという直接統治の方式が取られるようになりました。このような経緯によって朝鮮半島の北部と南部はそれぞれ別の道を歩むことになりました。ところが南部ではこの政治のあり方に対して不満が高まっていきます。北部では朝鮮民族が政治に参加している、南部では朝鮮民族が政治に参加できない、そのような声が広がっていたのです。しかも南部の行政は実質的に朝鮮総督府の仕組みを引き継いでいました。当然その中には戦時中に日本に協力したとみなされる親日派と呼ばれる官僚も多く含まれています。こうした状況に対して朝鮮民族が政治を行うべきだと考える民族主義者や、親日派は排除すべきだと主張する反日論者、さらにアメリカの資本主義を受け入れるべきではないと考える共産主義者など、様々な勢力が結集してゼネストを実施するに至ります。しかもこのゼネストは警官が発砲したことによって民間人が死亡、これをきっかけに民衆の不満は一気に高まり、とうとうゼネストは民衆蜂起にまで発展します。アメリカ軍政庁は戒厳令を敷いて鎮圧に乗り出しましたが、旧親日派を含むアメリカ軍政庁が民族主義者や共産主義者を中心とした勢力と対立するという南部の政治構造が形成されていったのです。
このような状況の中でソ連とアメリカはそれぞれ別の人物に注目しました。キム・イルソンとイ・スンマンです。キム・イルソンは戦時中に満州で日本に対する抵抗運動を行っていた人物で、後にソ連領へと移ってソ連の支援を受けていました。終戦当時、キム・イルソンはソ連領内の軍の野営地に所属していたのですが、朝鮮半島の共産主義者の中にはキム・イルソンとは異なり、戦時中も国内に潜伏して活動を続けていた人々や、モスクワで勉強してコミンテルンによって派遣された人々もいます。つまり共産主義者の内部には複数の派閥が存在しており、意見はまとまっていませんでした。この状況を整理するため、ソ連は北部の共産主義者をまとめて朝鮮共産党北朝鮮分局を設立させます。そして組織が整ったのを確認すると、キム・イルソンを平壌市民の前に登場させ、抗日の英雄として大々的に紹介したのです。一方でイ・スンマンは朝鮮の王族の遠い親戚にあたるとも言われる人物であり、戦時中にはアメリカで朝鮮の独立にはアメリカの力が必要だと主張を続けていました。しかし朝鮮国内にはアメリカの力はいらない、自分たちの力で独立すべきだと考える勢力も多く、イ・スンマンの考えは日本からアメリカへ支配者を変えるだけだ、イ・スンマンはアメリカに国を売り渡すつもりだと批判されていました。この頃のイ・スンマンはあまり人気がなかったのです。ところが実際に達成された朝鮮半島の独立はアメリカの力に大きく依存していたことから、イ・スンマンの評価は一気に高まります。そして終戦の知らせを聞いたイ・スンマンはアメリカの支援を受けて朝鮮半島へと戻ることになったのです。ちょうどその頃、モスクワではアメリカ、イギリス、ソ連の外務大臣による会談が実施されていました。この会談では世界各地の戦後処理が議題となり、朝鮮半島についても朝鮮の代表者がいないまま、その将来の方針が話し合われています。当時のアメリカはソ連の南下を防ぎたいと考えており、ソ連は自国に近い政権を樹立して安全を保障したいと考えていました。両者の思惑は対立するものだったため、妥協点を見つけるのは難しかったのですが、最終的には朝鮮に統一政府を樹立することを目指す。そのためにアメリカとソ連が共同委員会を設置する。そして最大5年の信託統治を実施するという方針で合意します。この共同委員会でアメリカとソ連が協議し、5年以内の統一政府樹立を目指すことが確認されたのです。しかし、アメリカとソ連はそれぞれ朝鮮を自分たちの勢力圏に留めたいと考えており、両国ともに自国に友好的な統一国家の樹立を目指していました。このような状況では共同委員会を設置しても話がまとまることはありません。その一方で朝鮮の独立運動家たちはこの合意について強く反発します。朝鮮人がいないところで朝鮮の将来を決めた。この合意は朝鮮人の意向を無視したものだとして激怒したのです。こうして人々の関心は統一政府の樹立よりも信託統治を受け入れるかどうかという点に集中し、朝鮮半島では信託統治に賛成する勢力と反対する勢力に分かれ、激しい対立が発生します。こうして半島全体でデモや衝突を伴う政治闘争が巻き起こることになったのです。その頃世界ではアメリカとソ連の対立が次第に深刻化しつつありました。それが影響して朝鮮半島の将来を協議するために設置された共同委員会もアメリカとソ連の意見の違いにより対立し、何も決めることができない状態に陥っていたのです。そしてとうとうアメリカが信託統治の実現は不可能だと判断すると、ソ連との話し合いを打ち切る決断を下します。そしてアメリカは朝鮮半島問題を国連に持ち出すことを決定し、国連総会ではアメリカ主導の決議によって国連が監視する中で南北の総選挙を実施するという方針が決められました。当然ソ連はこれに強く反発します。南側の人口が多いため、南北統一選挙を行えば北側が不利になる。よって北側では総選挙を実施しない。そのように主張して国連の人々が北側に入ることを拒否したのです。こうして北側での選挙を実施することは不可能となったため、国連は南側だけで総選挙を行うことを決定しました。ところが南側でもこの選挙は南北の分断を加速させる。
選挙を行うことには反対であると考える勢力が選挙をボイコット。その結果、南側のみでの独立を目指そうと考える勢力が議会で多数を占める結果となりました。しかし、得票数が最も多かったのは政党に属していない無所属の候補者であり、イ・スンマンの支持基盤とされた大韓独立促成国民会は第2党にとどまるという結果でした。この議席構成からわかる通り、当時のイ・スンマンが国民から支持されているとは到底言えない状態だったのです。そうは言っても南側で国会議員が選出されたことは事実です。この議員構成で新しい憲法の制定作業が進められていきます。こうして国会が開かれて憲法づくりをめぐる議論が開始。この議論の中でイ・スンマンは新しい国では大統領制を導入すべきだと強く主張し、その姿勢を最後まで崩しませんでした。最終的にこの主張が受け入れられ、新しい国家体制には大統領制が採用されることになりました。ただし、この段階での大統領の選び方は国会議員による投票とされています。よって大統領の権限は国会によって制約されたものであり、強大な権力を持つものではありません。こうして行われた国会議員による選挙で、イ・スンマンが大統領に選出され、大韓民国、つまり韓国の成立が正式に宣言されたのです。このようにして韓国が国家の樹立を宣言すると、北側はこれに強く反発しました。よって北側も憲法を正式に施行し、その憲法に基づいた選挙を行って、立法機関である最高人民会議が設置されました。そしてキム・イルソンを首相とする朝鮮民主主義人民共和国、つまり北朝鮮の建国が宣言されたのです。